心が癒される魔法の言葉。心が疲れたら休んでいい。誰かが頑張っていると自分もと思ってしまう。誰かと比べて落ち込まないで。毎日は楽しいことばかりじゃない。辛くて歩けない日もある。たくさん我慢して泣きそうな日もある。疲れたと言える人がいたらいい。しんどいと口にできたらいいね。頑張り屋さんは我慢することが当たり前。頑張ることが当たり前になっている。時々休めたらいいね。自分の心を守れるのは自分だけ。休むことを後ろめたく思わないで。頑張ることと同じように休むことも大切だから。大好きな人がいるだけで救われることがある。その人が遠くにいても近くにいても。世界は辛いことの方が多いから時々苦しくなる。心疲れて動けないとき、大好きな存在はいつも心を支えてくれる。また頑張れると思えるのはそんな大切な人がいるから。ありがとうだけじゃきっと足りない。あなたがいてよかったと思える人がいることは本当に幸せだと思う。大好きな人がいるだけで救われることがある。その人が遠くにいても近くにいても。世界は辛いことの方が多いから時々苦しくなる。心疲れて動けないとき、大好きな人の存在はいつも心を支えてくれる。また頑張ろうと思えるのはそんな大切な人がいるから。時間。楽しい時間はあっという間に過ぎていき、辛く苦しい時でも時間が癒してくれることもある。永遠にあるように見えても時間は限られていて、どんなに願ったとしても誰も止められない。時間は有限、使い方は無限。思っているより人生は短い。無駄な時間も時には必要だけど、後悔したくないなら自分がどう生きたいのか、どこに進みたいのかよく考えること。未来はあなたの今で決まるのだから。明日が見えなくなって、信じることが怖くなって、過去を悔やんでは責めたりもしたけれど、僕を愛し続けてくれた人。もしも明日世界が終わっても、会えない日々が続いたとしても、僕はずっとあなたを思うよ。あの日僕にくれたあなたの笑顔が、生きる力と勇気をくれたんだ。星が見えない孤独な夜でもあなたがいる。ただそれだけで強くなれる。疲れている君へ、辛い時誰かに大丈夫だよと言ってもらうだけで、その言葉は君の頑張りをちゃんと見ている人からの贈り物なんだよ。涙が出るほど悲しい時、無理に笑わなくていい。その涙は君が一生懸命生きている証。ありのままの自分を大切にしよう。時々道に迷うことがあるかもしれない。でもその迷いがあなたの人生を豊かにしているんだ。進むことを恐れないで。あなたの努力と心の強さは必ず報われる日が来るから。その日まで自分を信じて進もう。あ
なたの存在は誰かにとっての心の拠り所になってるんだ。だから自分を大切にしてね。あなたは世界に一人だけだから。一生忘れられない義母からの言葉。何があってもあなたの味方だから正直に話して。友達なんて一人いれば十分よ。辛い時は何もしなくていいんだからね。ただぼーっとしているだけでいいんだから。勉強ができる人が偉いんじゃない。何かを極めた人が偉いのよ。無理はすんな。もっと胸を張りなさい。これは自分がやったんだって自信を持ちなさい。あなたは繊細だから心配。もっと鈍感になりなさい。何が正解だなんてないのよ。あのかぼちゃのぬいぐるみが素晴らしいって人もいれば、そうじゃないって人もいる。あなただったら大丈夫。またいつでも帰ってらっしゃい。大好きは最強。大好きと思うものが一つでもあれば心は救われる。大好きな音楽や大好きな本や映画、大好きな友達や大好きな恋人、今はもう会えなくても大好きだった人、過去になっても心の中にいる人、自分の心の中にかけがえのない好きがある。時々何のために頑張っているのかわからなくなる。時々苦しくて立ち止まってしまう。楽しいことばかりじゃない。この世界で大好きは光になる。辛いことがあってももう少し頑張ろうと思う。心折れそうな時も好きな人が心を支えてくれる。大好きは大げさじゃなく生きる力になる。大好きは最強です。自分の好きを大事にしよう。一生覚えておきたい人生の大切な教え。言わないと前に進めないことは言った方がいい。言わないと気が済まないことは言わない方がいい。100回の失敗より1回の諦めが夢を壊す。転んだ人にしか立ち上がり方はわからない。苦しい時に今一歩、ダメと思っても今一歩、生きてる限り今一歩。立ち止まって動けない時は深く根を張ればいい。今までできていたことは授かっていたもの、できなくなったことはお返ししたもの。点と点のつながりは予測できません。後で振り返って点のつながりに気づくのです。今やっていることもどこかでつながり役に立つと信じてください。9割が後悔する別れちゃダメな人。好きより嫌いなことが同じで、無言でいても居心地がいい。たくさん傷つけてもそばにいてくれて、ダメなとこもわがままなとこもいつも笑って許してくれる。その人の匂いが一生忘れられなくて自分を責めてしまうほどもう一度会いたい人。本当にいい人ってね。自分の優しさに責任が持てる人。だから最後まで相談に乗るし、励ましの言葉もかけられる人。人にした親切よりも人にしてもらった親切を覚えていて、誰よりも親切な心を誰よりも配れる人。誰かに嫌われても誰かを嫌うことはしないし、優しさアピールなんてせず見返りのない優しさを持てる人。でも大丈夫が似合わない日もあって、仲良くすることはできるのに心は開けなくなったり、ちゃんと人生に向き合ってきた分ずるい人を許せなかったり、いい人ぶってると言われ生き方に自信をなくしたりしてる。それでも確かなことは、あなたがしてきたいいことが幸せを繰り返すきっかけになる。ずっと優しくいられる自信をいつまでも持つことができる。
女性が脈ありの男性にしか言わない言葉。最後の言葉を言われてたら好きって思われてる可能性が高い。好きな人いるの？気になってる人に恋人がいるかは誰もが気になること。気になっていない人に好きな人いるのと聞く人は少ないよね。ちなみに共有からインスタ開いて2番目の人はあなたに好きな人いるって聞こうとしてる。休みの日何してる？これは一緒にデートしたいって思ってる。休みの日何してるって聞かれたら流れでデートに誘ってみると良いかも。どんな風に誘えば良いかわからない人はコメント欄に書いておくから参考にして。なんか雰囲気変わった？髪型や服装の違いに気づいてくれるのはいつもあなたを見ているから。電話しよ。脈なしの人のことは気にならない。だから電話したいとも思わないはず。これを言われた人は期待して良いと思う。男性が脈ありの人にしか言わないことって何？一生の親友。少し会っただけでなぜか元気なれて、嫌なことあっても忘れさせてくれる。大丈夫じゃないでしょと心配してくれたり、頑張りすぎだよと気づかせてくれる。心を許してしまうほど自分らしくいられて、変な癖があっても笑って許してくれる。たとえ離れていても心の距離は感じなくて、いつもどんな時も一生を支え合える人。ぐっとくる言葉。一歩踏み出せばその一歩が道となる。強さとはどれだけ立ち続けられるかではなく、何度倒れても立ち上がれるかにある。幸せとは常にあるものではなく、自分で見つけるものだ。人と比べるよりまず過去の自分と比べてみよう。気づいたら自分は誰よりも輝いている。ありがとうを忘れると一生後悔するよ。一つの始まりは新たな始まりのサイン。自分自身が変われば世界も変わって見える。幸せは遠くにあるのではなく、自分の内側にあるもの。人生の主人公は自分だから好きなように生きなさい。真の勇気は不安を感じながらも前進すること。一瞬一瞬を大切に生きる、それが幸福への道。女子が一度はされてみたいこと7選。不意にバックハグ。一緒に寝ている時に頬にキス。毎日の愛情表現。不意打ちのキス。頭ポンポン。彼女ですって紹介されたい。ハグする時に腰に手を回して引き寄せられる。励ましたい時にかける言葉5選。辛いよね、大変だったね、そうだったんだね、気持ちわかるよ、大丈夫だよ、そばにいるよ、話聞くよ、どこか一緒に行こうか。ただ黙ってそばにいるあなたの存在だけで励まされる人がいる。辛い時に響く言葉。優しいあなたが人に優しくできない時、それはきっとね、休みなさいの合図。辛いと感じてる時は逃げてない証拠。無理するなよ、頑張りすぎるなよ、言ってくれる人ほど陰で無理して頑張ってる。笑っているから大丈夫だとは限らない。悲しみを隠すための笑顔だってある。諦めるということは弱いからというわけじゃない。時には手放すことができるという強さを持っているということだ。泣きたい時に泣かないと、涙はその時のためにある。強い人より弱いまま強くあろうとする人が好きだ。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだ。人生に意味なんて持たせなくていい。あまり難しく考えないで、窓を開ければ光が差してくるから。今がどんなに辛くても苦しかったこと、悲しかったことがいつか必ず花開く。